今回もドラクエスマグロやっていきたいと思います。ということで本日の内容は、明日で2週間が経つんですけれども、その段階で、装備について、これあった方が良かったな、あれ多分あったら楽だったんだろうな、みたいな、そういう感じでね、ちょっと評価的な形でまとめていこうかなと思います。順番にね、ちょっとロト装備から見ていこうかなと思うんですけれども、とりあえずですね、ロトの剣なんですけれども、これはやっぱりギガスラッシュが、すごく良くて、とある装備と混ぜていくんですけれども、ライディンソードも同じくですね。で、やっぱりね、このライディンソードの威力がやっぱりなかなか強かったので、これをね、混ぜていくと、すごく雷属性系のね、敵に対して、どんどん突っ込んでいけるっていうのがね、いい利点だったかなと思います。ただ、剣ですので、なかなかその、範囲の中に入ってしまうと、ダメージを受けてしまうボールのね、ハードの場所だったりとか、紫色のこう、魔性みたいなのをまとっているやつのところに行くと、ダメージが通らなかったりとかっていうのがあるので、そういう部分は、難しい部分になっちゃうんですけれども、このライディンソードというものがあるので、一本あってもよかったのかなっていう形となります。実際使ってみてよかったので、無理くり行く必要はないんだけど、あったらいいかなっていう装備となっています。で、これですね、ロトの盾なんですけれども、ロトの盾はですね、バリア床無効っていうのがあるんですけど、このバリア床無効っていうのが、ちょっと盾はね、このね、ロトの盾だけは説明させてください。このロトの盾、バランス調整がすでに行われましてですね、なんとバリアの床、氷の床、毒の沼の効果を無効化するというね、内容のものとなっています。ドラクエウォークでも、その聖なる力をまとった赤いね、ロトの盾があるんですけど、それをね、3個ぐらい出たんですよ。で、やっぱりね、ドラクエウォークで、その盾ってあんま突しない感じでやってるんですよ。複数で結構使ったりするんで。その流れで、いるから、盾が多分複数出たとしても突ってなかったと思うんですけど、これ突しちゃった方いるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱそこがね、過去のやっぱアプリとかやってると、その、対策というか、事前的に回避できるっていう部分であったりするんですけど、ここね、突しちゃった方もいるんじゃないかなと思うんですよね。でもこんなすぐにバランス調整が来るとは思わないんでね、なかなかちょっとタイミングがなっていうところなんですけれどもね、本当にね、床ね、結構えぐいんですよ。そのハードのところとかになると、レベルじゃない、HP1 でとかってあるんで、いや、なんでレベル1のその条件みたいな。あれよくわかんないですよね。レベルじゃねえや。HP1 のあの条件はほんとよくわかんないです、あれ。ハードっていうか、ね、ハードも何もないんじゃないかなと思っちゃうんですけど。いや、あれはね、よくわかんないなと。という形で、ロトの盾はですね、非常に個人的には評価がぐんとこう、さらに上がりますね。バリア床だから多分竜王かなんかで使うのかなと思ったんですけど、今後のね、ステージでも使えるんだろうなっていうのがわかるので、ただね、盾が確定で出るってわけじゃないんですごく難しいなというところですね。はい、続いてはですね、メタルシリーズなんですけれども、こちらですね、一本も持ってないんですが、進めていく上でですね、多分あったら楽だったんだろうなっていう場面があったりしました。でもですね、なんだかんだ進めることができたので、リセマラでね、時間を1日も2日も3日も取られるよりは、さっさと進めちゃってよかったかなっていう形となります。で、やっぱりこのメタルウィングですね。メタルスライムの剣よりも、メタスラのこのメタルウィングの方が、いいのかなと。風のブーメランを使用した時に、ゴーレム戦とかね、そういうとこでブーメランを使ってみたんですけども、やっぱり良かったんですよ。だから汎用性のある、このメタルウィング、メタル系でも使えると思うので、あったらあったで良かったのかなっていう一本となってます。リセマラの方で、無理くり何日も何日も続けなくても、良かったかなっていうのはあります。なんだかんだ進められたのでね、そこでやっぱ時間ばっか食っちゃってるとね、もったいないっちゃもったいないんでね、いろんな部分が1日2日3日って削られてってしまうので、だったらね、ポンとこう、星3でゲットできるもので進んでってね、行けばよかったのかなっていう形でやったら、なんとか進められたということでね、時間はだいぶ短縮できたんじゃないかなというふうに思っています。ということで、メタルシリーズに関してはそんな感じの評価ですね。続いて、プレミアム装備なんですけども、これってさ、
なんでピックアップ情報のやつ見れないんだろう、これ。どこで見るんだったっけ？こちらですね。プレミアム装備福引きということで、炎の剣。これですね、ちょっとね、悩んでまして、最初いいなと思ってたんですけれども、難しいなーっていうところですね。最初魔法戦士みたいでかっこいいし、いいなと思ったんですけれども、これエビルフォークの、その、スコアタックのところで使えるんじゃないかって今思ってるんですが、今のところちょっとね、評価はちょっと下がっちゃいましたね。こう進めていく上で、いろんなクエストを見てて、多分これ炎の剣違うかもしれないっていう。で、はやぶさの剣ですね。はやぶさの剣なんですけれども、これはね、ゴーレム戦だったりとか、スライムナイトのところとかでかなり使えたので、リセマラの候補としてはいいのかなっていうふうに思ってますね。リセマラっていうかね、その星3福引きの部分でゲットする装備としてはいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ、もうスライムナイト終わっちゃうんですよね。だからゴーレムは風のブーメランでいけるから、無理くりゲットしなくてもいいかなっていう装備となってますね。続いて、氷の杖。これはですね、低い取り戦だったり、第3章だったり、いろんな場面で現状使えるので、星3装備の何でも選べるよう系の武器としてはかなり候補高いです、これね。ただ、精霊の杖でもいいかなっていう方もいると思うんですけど、氷の杖ね、現状呪文系の装備ではかなり強い武器になっているので、個人的には欲しい武器かなと。で、この氷結の構えもね、かなりダメージ食らったりするので、個人的には結構持っておいてもいいかなっていう装備となっています。続いて、砂塵の槍。これなんですけども、アイスゴーレムのも使えるし、悪魔神官のステージのも使えるので、これもまたですね、選べる武器の星3装備の候補となっております。これはね、持っておいた方がいいかなと。使ってみてかなり良かったんで、槍なんでちょっと離れて攻撃できるっていうのもポイントが高いです。で、この砂地獄は、いろんなものを敵を吸い込んでですね、まとめてくれるんですよ。そこに槍でツンツンツンってやっていくっていうね、そういうのもできるので、結構いいかなっていうふうに個人的には思っています。続いて、クリスタルクローなんですけれども、戦争剣の極意、これね、敵をひるませたりするんですけれども、このクリスタルクローがですね、めちゃくちゃ良くてですね、プロトキラー戦で結構有効です。雷系の装備ということで、あとスコアアタックとかでもスピードが速くてね、結構サクッと倒してくれるっていうのと、敵に攻撃するときに一歩半ぐらいかな、進んで攻撃してくれる時があるんで、時というかね、そういう部分があるんですけども、そこもね、相まってね、非常に敵のね、倒す爽快感も味わえるし、かなりいいなと思います。今のところ一番強い武器なんじゃねえかと。で、これがですね、ロトの剣と、このクリスタルクローを合わせた電系セットの装備が多分一番今強いんじゃないかと思ってるんですけど、で、クリスタルクローがメインで装備して、他の子に、ギガスラッシュとかをちょっと持たして、ライデインソードの恩恵をこのクリスタルクローにいきなりスキルとしてつけて、自分が範囲で攻撃できない敵に関しては、拡散攻撃がない場合はギガスラッシュに、ちょっと切り替えて、ギガスラッシュ打って、違うキャラにですね、切り替えてギガスラッシュ打って、一掃して、ポイントというか、かけらを貯めて、また繰り返しやっていくみたいな、そういうのができるのがいいなと。クリスタルクローとロトの剣のこのコンボがね、なかなかいいかなっていうね、ところとなっています。続いてはですね、プラチナウィングなんですけれども、これはね、ちょっと、今んとこ評価はね、使ってみた、最初の方にね、何回かリセマラした時に使ってみた時に、そんな強みを感じませんでした。ただ、呪文封じということなので、これ悪魔神官で使えるんじゃないかと思ってたんですけど、ぶっちゃけ砂塵の槍でどうにでもなったので、プラチナウィングの評価としては今のところはそんなに高めではないかなと。ただ、悪魔の騎士の時にこのブーメランを装備していたんですよ。だからもしかしたらそこで生きる可能性もあるんですが、ラリホーの範囲を避ければいいんじゃねえかっていうところで、そんなに多分使われないんじゃないかなと思うんですけれども、なんだかんだね、槍とか、後ろから、でも広範囲だったんだよな。
まあ一人マルチでいたらもしかしたらいいかもしれないんですけど、MVP のよだめは稼げなさそうな感じもするので、まああんまり評価は高くない感じですかね。もしかしたらいいかもしれない。まだちょっとね、悪魔の騎士来てないんで何とも言えないんですけれども、今のところちょっと微妙かなって思ってますね。続いて女王の鞭、シャイニングイップ。これもですね、最初の方でちょっと使ってみたんですけれども、まあ、ちょっとなっていう。ただ、その拡散攻撃の時に全体的にこう範囲が3つぐらいピピュンって出るんで、多段の攻撃としてはいいと思うんですよね。ただね、やっぱりクリスタルクローとかあの辺のやつやっちゃってると、別にいいのかなっていう感じなんですよね。まあ、無知で、まあ、メタル系で使うのであれば、この星3じゃなくてもいいわけなので、まあ、って考えると、今のところ女王の無知もそうでもないよなっていう評価ですね、個人的には。というところですかね。まあ、プレミアム装備の評価としては、まあ、一番高いのは、クリスタルクローですかね。クリスタルクローになります。はい。というわけでですね、まあ、大体2週間ぐらい経ちますよということで、まあ、武器の内容のね、まあ、個人的な、まあ、評価的な感じでね、ちょっと喋っていきましたが、まあ、使ってないものもあるんですけども、まあ、多分あったら楽だっただろうなっていうのが、まあ、やっぱメタルビングですよね。まあ、なんで、まあ、その辺もちょっと踏まえてですね、まあ、ベスト5ということで、まあ、1位から5位っていうよりも5本あるといいよっていうやつですね。まあ、これをね、ちょっと喋って終わるのと、まあもう縦はね、もう見た通り、もう絶対必要なので、もう枠にはちょっと入れてません。まあ、ほんと武器の部分をちょっとね、喋って終わろうかなと思います。1番。で、ちょっとあれだから1つ目、ロトの剣。2つ目、メタルウィング。3つ目、クリスタルクロー。4つ目、砂塵の槍。5つ目、氷の杖。まあ、これかなと。これでいいんじゃないかなと。まあ、風系は風のブーメランでも全然いけたので、まあ、ゴーレム戦ですね。まあ、なので、まあ、はやぶさの剣でなくてもいいのかなと。まあ、その分ですね、クリスタルクローで進める部分とかも、まあ、多いと思うので、まあ、クリスタルクローでさっさと倒していきつつですね、まあ、ちょっとクリスタルクローで難しいところは、中距離で攻撃できる砂塵の槍。で、砂塵の槍でもちょっと難しい場合は、遠距離の氷の杖という形で、まあ、こう段階を踏んで避けていけるのがいいかなと思います。で、まあ、ロトの剣、プラチナウィングじゃないや、メタルウィング、どっちかゲットしてしまえば、まあ、より一層いいですし、クリスタルクローとロトの剣のコンボで使うと、もうプロトキラーとか結構楽に倒せますし、まあ、いろんな部分でね、ちょっと組み合わせはあるんですけれども、この5本がですね、あれば、まあ、大体は今んとこクリアできるんじゃないかなと。いい感じにクリアできるのかなと。まあ、ロトの剣、メタルウィングがなかったとしても、クリスタルクロー、砂塵の槍、氷の杖、この3本でもね、十分いいんじゃないかなと。まあ、ロトの剣なんで最近出たものなんですけれども、まあ、氷の杖じゃない、クリスタルクローだけでも、プロトキラーいけましたので、まあ、ぜひともですね、まあ、2つは、選べるので、クリスタルクロー、砂塵の槍、クリスタルクロー、氷の杖とかね、まあ、プラチナチケットの方、プレミアムチケットか。プレミアムチケットの方ですね、装備福引きの方をちょっと使って、出なかったものを選んでいくっていう形がいいんじゃないかなと思います。現状1枚あるんですけれども、プラチナウィングも、プラチナウィングじゃないって言ったから、クリスタルクローも、ハヤブサの剣も砂塵の槍も持ってるので、まあ、どれかはちょっと選びたいかなと思ってるんですよ。あと氷の杖か。炎の剣かプラチナウィングか、まあ、ジョーのムチ。まあ、どれかね、選ぼうかなと思ってるんですけど、エビルホークの、その、スーパー魔物ラッシュが出た時に、どういう感じなのかっていうのを見てから選ぼうかなと思います。まあ、というわけでね、皆さんちょっと持ってるもの、持ってないもの、いろいろあると思うんですけれども、まあ、この5本が個人的には一番いい今のところね、いい武器なんじゃないかなと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次回のドラクエ動画でお会いしましょう。それでは失礼いたします。またね。バイバイ。